皆さんこんばんは、テレスノンです。ひまわりです。さあ、今日から塗ってきますよ。はーい。顔です。まあね、普段と変わらんのよね。これ説明しないの？ベースをエアブラシで拭きましたと。で、肌のシミの表現。これもいつも通りなんですね。これ目新しいことはない。これ今回初めましてが多分多いと思うからいつも通りとか言わない。あ、そっか。ちょっと展開早いな、これ。あの、うーんと、肌塗る前に、シミだとか血管を表現するために青とか赤とかを置くのね。それをやってます。で、これはね、サヤモデル賞の会場でお会いした田川博さんの本を丸パクリしてます。昔から。で、今回ね、会場行って実際にお会いできてね、本丸パクリしてますって言って、作品見てもらったんだけど、最大級の賛辞というか、めっちゃすごい褒めてもらって、私はお世辞言いませんからって。うん。まあ、ということで、シミの表現が終わりまして、そこからまたベースで薄く、こう、叩くようにランダムに色をのせて、なんていうの、肌のまだら感というか、それを得ようとしてますね。まあ、塗ってるうちに、この赤とか青の感じがなくなっちゃうんだよね。まあ、ただこれをやることによって深みが出てると信じています。田川さんの血管すごかったよね。血管もすごいし、なんか、なんていうのかな。なんていうのね、あれね。なんか異様な存在感を放ってんだよね。うん。まあ何年も、最初ね、絵から入ってんだよね、田川さんってね。もう画家ってわかんないけど、相当長いことその芸術の世界にいる方で、まさかね、その人に忖度なしで褒めてもらえるとは思ってなかったね。と思ったらいきなりここまで進んでるぞ。ベースである程度そのシミだとか目の周りの青だとかを、残した感じで、こっから筆で、レイヤリングしていきます。でもその後にもうあれじゃん、もうすでにほっぺに赤いやつ入ってんじゃん。そうそう。赤の照り返しを入れるのは決まってるから、これぐらいまでは赤いっていう印をつけてますね。エアブラシでね。その部分は手つけずに、ここは筆の線で、なんていうか、気長な作業ですね、これは。ここが田川さんの場合は、こうじゃなくて、ずっとその叩く、筆で、そう。エアブラシじゃないエアブラシじゃない、筆で、油彩、油絵の具使って、なので、こっからは、まあ、自己流って言ったらなんか偉そうだけど、そんな感じになっておりますね。まあ実際ね、私がやってるのは、その、田川さんとか村上慶吾さんの本見てパクってるだけだからね。そしてこうなったって感じなんだけど。まあ、このハイライト部分を明るくしていくんだけど、これがさ、さすがにもう慣れてきて何も考えないで明るくしていくんだけどさ、ほら、カルビン炭酸の実演あったでしょ。カルビン炭じゃないよ。今笑うとこなんだけど、兵隊の顔にね、バシバシハイライト入れてね、こうやって入れていきますって言ってけどさ、いやいやいや、カルビン炭よ。あなた、慣れてるからね。サクサク入れるけど、実はどこが明るくしていいかようわからんっていうところがスタートなんだぜって思いながら見てたけどね。見てたんだけど、まあ自分もなんかもうすっかり慣れて、確かにポンポン入れるわって思ったけどね。よくね、頬骨、鼻の頭、おでこだね、赤くするとこはね。今回の場合はおでこ前髪で隠れるので明るくしてませんけども、
この頬骨っていうか頬骨の上っていうか、この辺と鼻の頭とあと、唇、鼻の下っていうか、その辺を明るくすると見栄えが良い。まだだいぶ目に入れた青残ってる。だんだん消えてっちゃうんだけどね。果たして意味あるのかって感じなんだけど。まあでも、高橋さんに褒めてもらったからきっと意味あるんだよな。言いたいことほとんど言っちまったぞ。まあ今回は飛ばさないでちゃんと時間いっぱい喋ろう。そうだな。今までと同じことやってるけど、がぜん意味違うからな。ここがさ、編集して思ってたんだけどさ、恐ろしくびっくりするぐらい筆跡残ってるし、すんげえめっちゃあれじゃない、色飛んでるよね。ああ、もう後で境界ぼかせばいいからいいの。これぐらいがっつりやっちゃった方がいいのよ。結局さ、うまくいくまでやるだろ。まあ、そんなら思いっきり色乗せちゃって、ここは暗くするってやった方がいいかな。確かにやりすぎたら結局直すもんね。一発で決まらんもんね。決まるっていうか成功するもんじゃないしね。なんかも行くまでやるから。さっきのとこは気をつけないとヒゲみたいになってしまうけど、この顔でヒゲあったら嫌だもんな。しかもこれ最終的には結局紫で塗っちゃうんだよな、ここな。確かに。今もろヒゲみたいな、なんか獣みたい。そうだ、これは初めましての人ももちろん見てると思うから説明するんですけど、塗料見せてるでしょ。その時にの説明して。で基本希釈は水なんですけど、グレーズメディウムを使うことが結構ありまして、特に顔は。塗料を紹介するときに横にメディウムあったらメディウムで希釈してますね。希釈といえばね、それこそ今回ね、カルビンタンのウルトラマットバーニッシュで希釈するっていうね。AK の。まだ試してないんだよね。そうね。なんか言ってることはなんとなくわかるんだよね。で、それ使ったら多分こういう風に塗れるんだろうなっていうのは思ってんだけど、まだね、今着手している作品がベース塗るの終わってないからね、まだできなくてやきもきしてんだけど。一応それこそそのサヤモデル賞の実演でウルトラマットバーニッシュ使ってるのね、見たりとかしたけど、早く私もやりたいんだけど、まだそこまで到達してないベース。そうね、ほんとベース塗るのかったるくてね。そのベースといえば、カルビンタンはベースを塗らない。いきなり、艶消しスプレー吹いたら、このなんか前の動画でも見たけど、影に2段階入れて、あと、肌色で立ち上げていくっていうね、ベース塗らないっていう驚愕の。これメディウム使ってますね。そのメディウムはもうお好みでしょ？濃さとか割合というかは。もうお好みとか適当な。まあ知りたくないだろうけど、私は水代わりに使ってます。ひまわりさんもね、水代わりに使ってるけど、私は水とメディウムではちょっと線の感じ変わるんで使い分けてるけどね。メディウムで希釈するとちょっとボケちゃうんだよ、乾燥した時に。水だと引いた線がそのまま残る印象で、髪の毛だとかは水ではっきりした線を強調するイメージかな。ベースにも使う、全然含みが良くなるから。それはね、今初めて聞いたわ。そうなんだ。全部で使ったらベースもレイヤーも全部使ってる。そうなんだ。ベースなんてあれだよ、ほぼ希釈なしのベタ塗りみたいな感じになってるけど。まあだけどさ、筆乾くじゃん。
したら大体水でしょ皆さん。私はそこでメディウムにつけるのに筆を。そうなの？でも分かんないし別に褒められたもんだからしょ塗り。そうだな。そうだな。この赤、エアブラシで赤吹いたとはいえ、どうもバランスが気になるんだね。この赤から肌色の移り変わりがどうしても気になってなんかいろいろやってる。このさ右側のまあ画面で言うと右側だけどさ、左のほっぺはさ、赤のあたりをやったじゃん、エアブラシで。反対側のさ紫になるんだよね、どうせ消えるんだよねって方がなんで当たりしなかったの？それなんですよ。やればよかったと思ってんだ。意図はなくやってなかっただけ？まあ当初の予定では赤ほど侵食してこない予定だったから、ただ塗ってるうちにもっと紫かかってた方がいいなってなっちゃって、っていうことはもうこれ最初から紫色も当たりつけといた方がよかったんじゃねえかって今となっては思ってる。まあその辺は今後の課題中で。意味があるかないかなのかなっていうだけで別に。今思っただけよ。意味はない。なかなか変化があるのかないのかわからない画面が続くけど。でもさ、実際出来上がったらさ、全然そうは見えないんだけどさ、こう見るとめっちゃ筆の跡あるよね、その線の。これはあえてやってるわけじゃないでしょ、別に。こうやって拡大めっちゃしてるからそういう風に見えるだけ。これ現物も寄ったら見えないかな。ちょっと今ね、現物ボイラーさんに展示してもらってからないんだけど。前回の動画も言ったんですけど、今2026年3月にはこの動画多分上がってると思うんだけど、札幌のボイラーさんにいつもお世話になってます。概要欄にね、いろいろリンク貼ってあるんですけど、ボイラーさんにこう置いてますんで、1、2ヶ月は多分置いてますんで、よかったら見てね。見てね。なんだっけ、線の話。あんまり気にしないんだよ。村上慶吾さんのさ、作品集あるんだけど、結構寄った写真載っててさ、線見えるんだよ。線見えていいんだと思って。でもさ、今回さ、その狭山ルショーでさ、村上慶吾さんの展示もあったじゃん。見たけどさ、私には線見えなかったな。そういやなかったな。ないわ。村上慶吾さんのメガネかっこよかった。かっこいいメガネかけてた。そう。そこはちょっとすいません、見てなかった。メガネをかけていたっていうだけは。でも前回言うの忘れたけどさ、その黄色と紫のさ色相の差でグラフ感じさせるみたいな話したんだけど、私去年色彩検定受けてさ、サンキューね。結構役に立ったなーって。役に立つかどうかわかんないけど、それ取っとくかと思って受けに行ったんだよね。ちなみにサンキューは合格率 80% ぐらいなんで、そんな難しくないです。次がね、やりたかったんだけど、いろいろ忙しくて、全部機会を逃しちゃってるんだよね。そうね、4級がね、間違った、2級がね、ちょっと都合つかなくて今年受けられねえな。今年もダメそうなんだ。ダメだわ。6月はユニの展示あるし、そう、2026年6月、北海道のユニというところで、なんだっけ、北海道ホビーショーっていうのがあるんで、初めてまともに展示会に出してみようかなと思ってます。あとフリマもやるんですけど、そこでなんと、まあすんげえ古いけどテレスドンの作品を売ろうとしています。
てます。場所がないんでね。そうなのでまあ何個かね、よかったらテレスゾンファンの方、昔の作品だから今とはもう運命のその分お安く出す予定なんで、はい、よかったらその機会に見るだけでもね、展示もするからね。飾るだけだけどな。まあ一応ね、北海道でもっとカレッジキット作る人増えたらいいのになーって思ってるんで、展示も見てほしいな。これもできますからね。だいぶ進んできましたね。もうちょっとやる気出してあと 5分ぐらいだから。もうそんな時間か。いっつも同じような肌の塗り方してるんだけど、本当は少しずつ変化させていった方が進歩が見込めるんだよな。使ってる塗料はもう違う毎回。今まで作品によるけど、ほぼに同じ。ほぼ同じなんだよな。ちょっとずつ変化していかないと、それは成長とは言えないという、私が敬愛するプロゲーマーの梅原大吾さんの言葉がある。なので、でも、なかなか困ったね。いや、困った。何でもね、そうそう、今塗ろうとしてるやつは、結構顔の塗り方変える予定。違う方法をやってみる予定。ただまあ、変なところに着地することはないと思う。まあでもね、まあ、ある人の手順の丸パクリなんだよね。ボックスの公式が動画を上げてるヨーロッパの、ちょっと名前忘れたんだけど、多分もうこの動画見る人だったらみんな見たことあると思う。なんか、紫から立ち上げて、それやってみようかなと思って。すみません、私勉強しなさすぎで、こういうテレストの動画を編集しながら、はーっつっていいとこ取りするタイプなの。勉強しといて、かいつまんどいてみたいな。俺説明してもなんかいまいち聞いてなかったりするしね。セアモデルショーでもさ、お話しした人にさ、こうなんかいろいろこう勉強してるんですかみたいなこと言われたけど、いや私は全然みたいな編集しながら学んでますってよく見るんですかとか言われたのかな。テレスノンさんのやつで売ってるところとか、いや全然見ませんっつって、完成すら見ませんっつってお前それナメプだろお前国際コンテストのマスターでゴールド取った人に対して失礼だよね別にいいけどさ確かにじっと見られても嫌だしな。ほらあれじゃん、もともとさゲームもさ見ないでタイプじゃん。そうそう、俺人に見られたら嫌。もう自分の世界入りたいから。私もだからさ嫌じゃない？やりづらいでしょ。だっていいの、どうせこれ編集で見れるんだからいいんで。そう。そんなこんなであと1分ぐらいなんでまとめてもらって。これ最初から最後まで見る人いるのかな？いるかな？いるかもな。この段階では一応最初に入れた青だとかが、多少は仕事してんのかなって感じする。だけど、やっぱちょっと厚塗り気味になっちまうんだよな。なかなか難しいな。これも課題だな。課題が明確なのが一番いいからね。こうやって拡大して編集してると、残ってんなって思ってたよ。見てたけど。そうだね。革製品見たらもはやわからない状態になってるけど。完全になくなってるわけでもないかな。そうだね。でね、もうちょっと話は続くんですけど、正直、私顔はあんま自信ないんですね。未だに。やっぱ、
その田川博さんとか村上慶吾さんには全然及ばないわっていつも思って毎回これも思ってたんだけど、まあそこも今回評価もらえてよかったな。でもまあやっぱ目なんかダメだね。やっぱ目の解像度は絶対村上慶吾さんに勝てないねと思いながらやってます。まあそんな感じで、まあ、次回は、目と、眉毛と、そうや目だけだ。瞳だけ。今全然叶わないわって言っときながら目をたっぷり見せるけど、そういうことでテレスノンでした。ひまわりでした。この後ずーっと結構細かく何本も続くかと思いますんで、まあ気長になるべく早くアップしていこうと思ってますんで、よろしくお願いします。お願いします。まったねー